服用機が空を飛んでいた時代ですよ。そんな時代に設計された銃が、なぜドローンが飛び交う21世紀の現代でも最前線で使われ続けているのか。愛称はマジウス。今回はですね、この驚異的な兵器、ブローニング50口径機関銃 M2 に深く迫っていきたいと思います。今回のミッションは、この武器が1933年の標準化から現代に至るまで、なぜ100年近くも軍の主力であり続けているのか、その理由を完全に解剖することです。誕生の経緯からその精密なメカニズム、そして戦場でのエピソードまで見ていきましょう。さらにはですね、私たちが当たり前のように使っている重機関銃という名称、これに隠された驚くべき歴史のパラドックスにも迫ります。一つの優れたデザインがいかにして時代を超越するのか、その機能美を深掘りしていくわけですね。そういうことです。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また最新な動画をお見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。さて、早速この銃が誕生した背景からいきましょう。はい、紐解いていきましょう。 M2 の前身となる機関銃が正式に採用されたのは1921年です。第一次世界大戦が終わってすぐの時代ですね。その通りです。当時の機関銃って8ミリ前後の小口径弾を使うのが主流だったわけですよね。そうなんです。8ミリ前後の弾で十分だったんです。でもなぜいきなり 12.7 ミリ、つまり50口径という大口径が必要になったのか。そこがポイントですよね。そのきっかけは、まさに想像を超えるスピードで進化していた空の戦いにあったんです。空の戦いですか？戦争が始まった頃、航空機は単なる木の枠組みに布を貼っただけの、まるで空を飛ぶおもちゃのような作りだったんです。今から考えるとかなり脆そうですね。そうなんです。しかし大戦の後半になると状況は一変します。金属張りの機体が登場し、パイロットやエンジンを守るために装甲を施すようになってきたんです。敵の攻撃を弾くために飛行機が鎧をまとい始めたわけですね。その通りです。偵察用の気球でさえ簡単に撃ち落とされないよう、より頑丈な作りへと変化していきました。そうなると、それまでの小さな小銃弾をいくら当てても歯が立たなくなってきますよね。そこで豪を煮やしたのが、当時のヨーロッパ派遣軍の総司令官だったジョン・パーシング将軍でした。パーシング将軍がもっと強い武器を作れと。はい、既存の武器ではもう新しい脅威に通用しないと見抜いたんです。特にドイツ軍が先んじて13ミリの機銃を戦場に投入してきたことが決定的だったんです。とにかくもっと強力な兵器が必要だと強く要求しました。戦場の進化が兵器の進化を無理やり促したようなものですね。そしてその難局を打開するために立ち上がったのが、天才的な銃器設計者であるジョン・ブローニングです。ここで彼が取ったアプローチが実に合理的だったと聞いています。そうなんです。彼はゼロから全く新しいものを作るのではなくて、自身が手がけた最高傑作の一つをベースにしたんです。それが水冷式の M1917 機関銃ですね。その通りです。30口径、つまり 7.62 ミリの機関銃だったんですが、なんとそのメカニズムをそのまま50口径にスケールアップするという方法を取ったんです。機関部の図面や部品を見比べると本当にそっくりで、サイズを除けばどちらが30口径でどちらが50口径か一見しただけではわからないほどなんですよ。それはすごいですね。ベースになった銃は銃弾の反動エネルギーを利用するショートリコイル方式というシステムを使っていたんですよね。はい、その反動エネルギーを使って次の弾を自動的に装填するシステムです。つまり口径が倍以上になるということは、発射した時の圧力や銃全体にかかるエネルギーも桁外れに大きくなるわけですよね。これって小さな銃の図面を倍率を上げて大きくすればいいというような単純な話ではないですよね。全くその通りです。単純に部品を大きくしただけでは銃そのものがエネルギーに耐えきれず、バラバラに吹き飛んでしまう危険性があったんです。ではどうやってその莫大なエネルギーをねじ伏せたんでしょうか。ここで不可欠だったのが材料工学の進化です。最適な重心用鋼材の選定と熱処理技術の開発が求められました。なるほど。メカニズムの設計だけでなく、鉄をいかに鍛えるかという素材レベルでのブレイクスルーが必要だったわけですね。その通りです。そして銃が新しくなるなら、そこから飛び出す弾も新しくなきゃいけません。確かに弾がなければ銃はただの鉄の塊ですからね。
そこでウィンチェスター社がこの機関銃のための強力な 50BMG 弾を開発しました。ブローニングが銃のハードウェアを極め、ウィンチェスター社がソフトウェアともいえる弾を極める。素晴らしい連携ですね。この両輪ががっちりと噛み合ったことで、1921年についに一つの機関銃が形になったんです。ブローニング自身はこの銃が完成した後にこの世を去ってしまったんですが、アメリカ陸軍がその意思を継いで改良を進めました。そしてそこから約10年経った1933年に私たちがよく知る M2 へとさらに進化を遂げるわけですが、はい、ここからのアップデートがまた驚くべき合理性を持っています。どのように進化したのか詳しくお願いします。目指したのは信頼性を極限まで高めることと汎用性を拡張することでした。汎用性ですか。その結果生まれたのがユニバーサルレシーバーという革命的な機構です。ユニバーサルレシーバー。同じ基本パーツを使って違う形のものを作り出せるんです。実際このシステムのおかげでなんと7種類もの全く違うモデルの銃を同じ基本部品で組み立てられるようになりました。7種類も。水冷式の対空モデル、空冷式の地上モデル、航空機モデルなど役割が違っても心臓部のパーツは同じものが使えるんです。それは兵隊や補給の面から考えるととんでもないメリットですよね。まさにその通りです。生産ラインはシンプルにできるし、前線の整備兵は少ない予備部品でたくさんの銃を直せる。いちいち違うネジやバネを運んでいたらキリがない。兵隊の負担を極限まで減らすっていう、まさに勝つための設計だったわけです。さらにこの進化では弾を銃の左右どちらからでも装填できるように設計が変更されました。ということは2つの銃をピタリと並べて組み合わせるようなシステムが簡単に作れるってことですか。はい。本当に現場でどう使われるかをとことん考え抜かれた設計です。さてここで一つ M2 の持つ別の側面にも目を向けてみましょう。先ほどから水冷式というモデルが出てきていますが、これは主に陣地や艦船などに据え付けて使うものでした。水冷式は重心の周りに水を溜めて冷やすわけですから、ずっと打ち続けられるけどとにかく重いんですよね。はい、水とそれを入れるジャケットの重さを合わせるととても歩兵が自分の足で運べるような代物ではありません。そこで地上戦用には空冷式が選ばれた。はい、ただの空冷式ではなくて、水で冷やせない代わりに重心そのものを分厚く重く設計することで熱を吸収しやすくしたんです。なるほど。それがヘビーバレルと呼ばれる重心ですね。はい、このヘビーバレルを採用したことで地上専用の M2 は M2HB と呼ばれるようになりました。空冷式になったことで重量は劇的に軽減されたんです。それでジープに乗せたり歩兵が運んで据え付けたりと一気に運用の幅が広がったわけですね。その通りです。水のタンクを捨てて鉄の厚さで熱に対抗する。そうして生まれた M2 が実際の戦場でどれほどの圧倒的な破壊力を見せつけたのか、ここからのエピソードはもうにわかには信じがたいものばかりですよね。ガダルカナル島で一人の海兵隊のガンナーが襲ってくる日本の爆撃機編隊に対して文字通り数百発の50口径弾を撃ち込んだ後、数百発。たった一人一丁の M2 で一機を撃墜してもう一機を戦闘不能に追い込んだんです。地上から大空を高速で飛ぶ爆撃機を狙うなんて極めて困難な技ですよね。機関銃1丁で爆撃機を2機も、その制圧力凄まじいですね。そしてその同じ破壊力を地上の車両に向けたらどうなるか。北アフリカ戦線でハーフトラックに乗せた M2 が突撃してくるドイツ軍戦車の進撃を食い止めたっていう記録もあります。機関銃で戦車を食い止めたんですか。戦車の分厚い装甲を真っ向から貫くのは難しいはずですよね。もちろん装甲をぶち抜くのは困難です。でもここが50口径の弾の恐ろしいところでして、弾は戦車の目となる観測装置を無残に吹き飛ばし、足回りの履体、つまりキャタピラを引きちぎるほどの破壊力を持っていたんです。観測装置を壊されて周りが見えなくなり足を奪われる。それだけでも戦車にとっては致命的ですよね。さらにはその弾が装甲に叩きつけられる轟音と衝撃です。鉄鋼弾の雨が降り注ぐ中では中にいる搭乗員に与える心理的な圧力は計り知れません。なるほど。物理的に動けなくさせるだけでなく轟音と衝撃で敵の戦意そのものをくじいてしまうわけですね。ええ。そしてその恐怖をさらに倍増させたのがあの化け物みたいな兵器ですよね。
4丁の M2 を1つの機台で束ねたクワッド15ですね。4丁同時に撃つんですか？はい。4丁が同時に火を吹くと毎分およそ2000発以上というとんでもない密度の弾幕が張られます。低空で飛んでくる敵機にとっては避ける隙間のない弾丸の壁が迫ってくるようなものです。それが歩兵に向けられたら。まさにミートチョッパー、肉引き機と呼ばれて恐れられたのも納得ですよね。想像するだけでもゾッとします。驚くことにこのクワッド15は間接射撃で大砲の代わりとしても使われていたんですよ。山なりに発射して遠方の敵陣を制圧するほどの射程と威力があったからです。1分間に2000発という弾の量を重さに換算するとなんと約 100kg になります。 100kg の鉄が空から降ってくる。これは105ミリという榴弾砲の砲弾8発分に詰め込まれた鉄の量と同じなんです。極めて強力な面制圧が可能だったんですよ。さらにその弾の威力を物語る太平洋戦争での駆逐艦のエピソードは圧倒的です。アメリカ軍の戦闘機が日本の駆逐艦を発見し搭載していた M2 だけで攻撃を仕掛けました。その結果駆逐艦は穴という穴から蒸気と油を噴き出しエンジンが止まり海上で完全に沈黙してしまったんです。駆逐艦といえば数千トンもの鉄の塊で大砲や機関銃をいくつも搭載した海の上の要塞ですよ。それをたかが機関銃で沈黙させたなんてにわかには信じがたいですよね。ところがです、別の記録では支援船が日本の駆逐艦と鉢合わせた際に搭載していた M2 を撃ちまくって敵艦を撃破したというエピソードまであります。機関銃1丁で巨大な駆逐艦を無力化できる。本当に万能ですね。でも M2 の伝説は第二次世界大戦では終わらないんですよね。その通りです。2000年代に入ってからのアフガニスタンやイラクといった現代の戦場でも M2 は全く新しい役割を担うことになります。新しい役割というのは？なんと高性能なスコープを取り付けて 1.6km も先の長距離狙撃に使われたのです。長距離狙撃。機関銃をスナイパーライフルとして使うなんて。ジョン・ブローニング本人も自分が作った銃がそんな風に使われるなんて全く想像していなかったはずです。ここで本質的な疑問が湧いてくるんです。1933年の標準化からなぜ M2 はこれほどまでに長く現役のまま使われ続けているのでしょうか。新しい銃はたくさん開発されているはずなのに。もしかして機関銃の分野だけ技術革新が停滞しているんでしょうか。それは極めて本質的な問いです。しかし M2 に見られるのは完成されすぎていると表現する方が実態に近いでしょう。完成されすぎている。はい、100年使われ続けるのには3つの強力な理由があります。1つ目は砂漠の砂ぼこりの中でもジャングルの泥水の中でも確実に作動する基本設計の堅牢性と信頼性です。確かにどれだけ性能が良くてもいざという時に弾が出ない銃では意味がないですからね。そういうことです。2つ目はあらゆる車両や航空機、艦船に搭載できる汎用性の高さ。そして3つ目が 50BMG 弾という弾そのものがあまりにも優秀だったことも大きな要因です。弾が優秀だった。はい、この弾が持つ長射程、高威力、そして素晴らしい弾道性能は100年経っても未だに最適解であり続けています。弾が完成されすぎていて、それを撃つための銃として M2 がこれ以上ないくらいマッチしているわけですね。その通りです。ただし現場のニーズに合わせて進化してこなかったらここまで生き残ることはできなかったはずです。その最たる例が近年の M2A1 モデルで採用された QCB クイックチェンジバレルです。クイックチェンジバレル、重心をすぐに交換できる仕組みですよね。これは現場の兵士たちにとってまさに救世主だったと聞いていますが。そうなんです。昔の M2 の最大の弱点は重心が熱を持って交換するたびにヘッドスペースというごくわずかな隙間を手作業で精密に調整しなければならないことでした。ヘッドスペースの調整。はい、工具を使ってわずかなミリ単位の調整を行うわけです。もしこれを間違えれば次に発射した瞬間に銃が破裂して自分の命を奪う危険性があったのです。しかしこの QCB の採用により工具なしで数秒でしかも安全に重心をカチャッと交換できるようになったんです。現場の声をちゃんと吸い上げて見えないところで進化を遂げているからこその100年現役なのですね。まさにその点が長寿の秘訣です。さてここでもう一つ言葉の歴史についてすごく面白い指摘を紐解いてみましょう。
私たち M2 のことを当たり前のように重機関銃って呼んでますよね。ええ、ヘビーマシンガンですね。でも実は当時の正式名称は重機関銃じゃなかったそうですね。そうなんです。実はアメリカ軍で HMG という言葉が公式に分類されたのは1950年代以降のことだったんです。ではなぜ後から重機関銃という概念が生まれたのか。その背景には第一次世界大戦後に生まれた新しい兵器の存在があります。兵士が自分の手で持ち運べるライトマシンガン、つまり軽機関銃 LMG という概念が先に誕生したのです。なるほど。軽い機関銃が先にできた。そうなんです。そしてこの新しくて軽い機関銃と区別するために旧来の水を使った水冷式機関銃などを相対的に重い、つまり銃と呼ぶようになったわけです。面白いですね。標準化された当初は空冷式の M2 でさえ三脚に乗せたモデルのことをライトマシンガンと呼んでいた時期があったそうですね。ええ、50口径という巨大な弾を撃つ銃なのにあくまで空冷式で運びやすくなったからライトと呼ばれたんです。言葉の定義が実際の威力やサイズではなくて戦術上の役割や相対的な重さから来ているのがよくわかります。これはアメリカ軍だけの特殊な事情ではありません。日本軍でも同じような歴史がありました。日本軍でもですか。はい。日本軍は1922年に11年式軽機関銃を採用していますが、その後1932年の92式の時に初めて重機関銃という名称を公式に使っています。やっぱり軽機関銃が先にあってその後に重機関銃という言葉ができているんですね。ええ、新しい技術や戦術が生まれるとそれを表すために新しい言葉が生まれる。技術の進化が言葉を生み出すという普遍的な歴史の流れがこの M2 の呼び方にも表れているのです。技術と言葉の進化がリンクしているわけですね。さてここまで M2 が歩んできた100年間の軌跡をじっくりと追ってきましたが、この兵器がなぜこれほどまでに長く愛され、そして恐れられてきたのか、その本質が見えてきた気がします。 M2 は単なる古い兵器ではありません。信頼性、威力、適応性という時代を超越した設計思想の結晶です。壊れていないものは直すなという哲学を体現しつつも QCB のような改良を重ねてきた。現場の声に応えて進化を止めない貪欲な思想がそこにあるわけですね。はい。これこそが100年現役であり続ける最大の理由です。時代遅れにならないのは変えるべきではない核となる信頼性と変えるべき部分である使い勝手を絶妙に住み分けているからなのですね。皆さんも次に身近な機械や道具を見たとき、その形がどんな長い歴史を背負っていて、どんな現場の声に育てられてきたのかを想像してみると、新しい発見があるかもしれません。今回の深掘りはここまでです。もしお楽しみいただけましたら、ぜひ高評価とハイプをお願いします。また、最新の動画を見逃さないように、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それでは次回の深掘りでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。